チョコペンの失敗しやすいポイント4つ紹介します。1つはチョコが硬すぎる。当たり前ですけど適切な硬さじゃないと力めっちゃ入れなあかんし、綺麗な曲線が描けません。2つ目は手が震える。ぶっちゃけ慣れれば問題ないんですけど、慣れるまでは指を皿に固定するなどすれば描きやすいです。3つ目はアルファベットの交差部分で途切れてしまう。これは交差する瞬間に一瞬垂らし書きの状態にしてあげると描きやすいです。もしくは絞り口をもう少し細く切ってみましょう。最後4つ目、絞り口が太すぎる。太すぎるとダイナミックに描きやすいんですけど、全く美しくないんで細く切って綺麗に描ける練習をしましょう。みんな頑張ってね。チョコペンの失敗しやすいポイントパート2。1、チョコ入れすぎ。みんな不安になってたくさん入れがちなんですけど、たくさん入れれば入れるほど描きにくくなって細かい作業が全くできません。じゃあどのくらいがいいの？ティースプーン1杯くらいがちょうどいいぞ。2、閉じ方が下手。閉じ方が下手くそだとチョコが横からはみ出たり、チョコペン自体がゆるゆるになってうまく力が伝わりません。閉じ目を向こう側にして左右から順に手前に折り込んでいきます。最後に余ったてっぺんを折り込んでパツパツにしてあげよう。3、コルネがゆるい。コルネがゆるいとチョコ入れてる段階でどんどん先っちょが開いてくるんで、チョコ入れてるのに下からチョコがちょこちょこ漏れ出す状況がちょこっと発生しちゃいます。チョコだけにね。さあみんな諦めないで。チョコペンがめちゃめちゃ書きやすくなるコルネの作り方3つ紹介します。まず1つ目は OPP シートを使う。クッキングシートとかでも作れるんですけど、素材が硬くて細かい装飾には向いてないし、長時間使用しているとチョコの油が滲み出ていずれ破れてしまいます。なので柔軟性があって油が滲み出ない OPP シートがおすすめです。2つ目は長辺三角形で作る。正三角形だと負ける回数が少ないので強度が弱いです。強度が弱いとチョコ絞っている途中で絞り口の太さが変わる恐れがあります。3つ目は細長いコルネを作る。コルネが太くてもチョコは絞れますが、絞る時に力が分散して無駄な力を使ってしまいます。細長く作ることで力の分散を防ぎ、さらに先端を細く作れるので綺麗なチョコペンが描きやすくなります。さあ君もやってみよう。チョコペン用チョコの作り方。1、チョコレートを刻む。できるだけ細かい方がいいです。板チョコでも大丈夫なんですが、製菓用のチョコの方がたくさん作れるしコスパいいです。2、沸騰させた牛乳をチョコに入れて混ぜる。ポイントは空気が入らないようにゆっくり混ぜること。ゴムベラでゆっくり混ぜてしっかり乳化させてあげよう。3、サラダ油を入れる。こちらもしっかりゴムベラで泡が入らないように混ぜてあげよう。油を入れることによりチョコが固まりにくくなってかける時間が長くなります。ただし入れすぎると油が滲んでくるので注意だ。レシピはコメント欄に書いてます。たくさん書いてちやほやされようぜ。チョコのメッセージプレートの作り方。まずは製菓用のホワイトチョコを用意してテンパリングをしていくぞ。耐熱ボウルにチョコ突っ込んでレンチンしよう。10秒ずつだ。焦げてしまうからな。加熱しながらゴムベラでしっかり混ぜてチョコの温度を30から32度まで持ってきます。その時に絶対32度を超えないでください。超えちゃうとテンパリング失敗です。はい、ねっとり艶やかになりましたね。じゃあテンパリングチェック。常温で固まって指につかなかったら OK。バットに OPP シートを敷いてさっきのチョコを薄く流そう。包丁を温めてカットすれば完成だ。クッキーとかの抜き方でも作れるから好きな形にしてみよう。実際にやってきたチョコペンの練習方法。1、ひたすら垂らし書き。まずデカめのお皿か板を用意して直線とかぐるぐるとかお花とかひたすら描いていきます。何の模様を練習したらいいか全然わかんないっていう人はチョコペンパイピングでググったらめちゃめちゃ模様出てきます。それをパクって練習しまくろう。遅すぎず早すぎず絶妙なたるみを保ったまま描いていこう。2、ひたすらすり書き。絞り口をプレートにつけたままひたすら描いていきます。絞り口を斜めにカットしてペンを若干横に傾けて描くととても描きやすいです。まずはアルファベットの筆記体を描くことから始めよう。3、日本語。ありとあらゆる日本語を書いていきます。ポイントは習字を意識しましょう。止め、跳ね、払いがチョコペンでも書けるようになるとグッと上達します。さあみんなも頑張ろう。チョコペンハッピーアニバーサリーすり書きの書き方。さあいつも通りハッピーから書いていく。何度も言うけど最初はサクラムからだ。ここテスト出るよん。これはあくまで僕の書き方なんで、それぞれ自分の一番書きやすいスタイルを見つけるのが上達の近道だ。じゃあアニバーサリー書いてくぜ。これは記念日とかで書くことがめちゃめちゃ多いので覚えておいて損はないです。文字数が多いからこれも下にラインがあることを意識して書いていこう。 NIV の形が若干似てるんで一文字ずつしっかり認識して書くのが大事だ。後半も RSR とでまた似た文字が続いてくるのでまた一緒にならないように気をつけようぜ。最後に A の横線 I の点々 Y の曲線に装飾して完成だ。これで君もヒーローだ。チョコペンハッピーバースデーすり書きの書き方。まずは H だ。最初に左上と左下でさくらんぼを書いてあげよう。そしてここから最後まで一度もチョコペンを離すことなくノンストップでいきます。ポイントは書き始めと書き終わりでしっかり文字を絞って文字に丸みを持たせてあげます。そうすることでめちゃめちゃ綺麗に見えるぞ。そして難しいのがこの Y ですね。この下に行ってからの切り返し、ここが難しい。よくここでチョコがぐねったりちぎれてしまうことがよくあるんで、ちょうど切り返す時点でちょっとスピードを落とします。しっかり絞ってチョコに余裕を持たせてから一気に上に持って上がる。これがゲーマーパティシエスタイル。次はバースデーだ。B の書き始めもさくらんぼ書いてから書くといい感じだ。でここの R なんですが筆記体の R と S って結構間違いやすいんで、ここをくっつけないように気をつけよう。くっついたら S になっちゃうよ。全体通してなんですが下に1本のラインがあることを意識しましょう。そうするとバランスがめちゃめちゃ良くなります。最後まで書き切ったら I の点と T の横線を書いて完成だ。さあみんなもハッピーバースデー。めっちゃ簡単。チョコペンハートの書き方。絞り口を気持ち太めにカットしてぷっくりした丸を絞っていきましょう。ある程度絞れてきたらゆっくり下に持ってってシュッ、少しずつ力を緩めていくのがポイント。これをもう一個横に作ります。そしてゆっくり絞ってケツを合わせる。これで綺麗なハートの完成だ。この書き方ができるようになれば応用で小さいハートもたくさん書けるようになります。さあラブリーに飾り付けようぜ。
これの書き方紹介します。まず白いね、綺麗な皿用意しましてね、縁をね、装飾していきましょうか。ちなみにチョコペンの先っちょはね、細い方が絞りやすいっすよ。次は筆記体で、Happy Birthday を書いていきます。はい、OK。ここはメリハリをつけて絞るのがポイント。I の点々と T の横線を忘れずに。はい、次、頭絞って、胴体絞って、足絞って、髪の毛絞って、ハート絞って、羽を絞ったら、あら不思議天使ができちゃうんですね。じゃあ最後、バラ描いていきましょう。まず花から描きまして、その後に花同士を茎でつなげます。で、茎にトゲ生やして、線をチュチュって書いたら、はい、完成。超簡単。さあ、これをマスターして、周りと差をつけろ。チョコプレートに書くメッセージの書き方。1、文字数と全体のバランスを想像する。せっかく文字が綺麗に書けても、前半でスペース使いすぎたら後半地獄になるんで気をつけよう。2、いつもより気持ち縦長に書こう。気持ち縦長に書くことで、上下の余白を減らすことができるし、文字のスペースをあまり取らないので、バランスが取りやすいです。3、余白を装飾して華やかにしよう。どんだけ文字をでかく書いても、余白を完全に埋めることはできないので、その隙間を有効活用して装飾していこう。おしゃれな装飾の仕方がわかんないよっていう人は、大中小の丸の点々を書くだけでもかなりそれっぽくなるのでおすすめです。みんなもこれで祝おうぜ。チョコで書くバラの書き方のポイントを4つ紹介します。1、花の中心から書いていく。中心にひし形を書いて、その周りをたくさんの線で囲うようにして広げていきます。ポイントは中心ほど硬く、外側に向けてだんだん柔らかくなっていくイメージです。2、茎を書いていく。絞り始めと絞り終わりだけを太く絞った骨みたいな線をいくつも書いていきます。バラから何本か生やしていき、そこから枝分かれするように書いていきましょう。3、トゲを生やす。さっき書いた茎から1本あたり1から3個ぐらいのトゲを生やしてあげましょう。ぐっと絞って払うだけなんで簡単だぞ。4、葉っぱ、茎もしくはバラから生やしていきます。書き方は滑らかな曲線を3本つなげていくように書いていきます。これができればもうバッチリだ。チョコペンメリークリスマスの書き方。みんなメリークリスマスの綴り知ってるよね。 MERRYCHRISTMS だぜ。いつもは絞り終わりもしっかり絞って丸みを出してたんですけど、今回は止めずに払っています。シュッとね、書き方を統一することで文全体の印象がまとまります。じゃあ次、メッセージプレートに書く前提で小さめに書いていこう。今回は筆記体だ。絞り口は細く切ろうね。あんま書かない筆記体書くときはいきなりチョコで書くんじゃなくて、まず紙にボールペンで書いた方がイメージつきやすいです。賢い皆さんはもうすでにお気づきだろうが、この素材使い回しなんですね。じゃあ最後は場所をふんだんに使ったダイナミックメリークリスマス書いてみましょう。こんな感じで Y の最後伸ばしちゃってね、そこにね装飾していったらね、いい感じになると思いますよ。みんなもクリスマス楽しもうぜ。チョコペンの撮影終了。この皿ももう使わねえし洗うかな。ちょっともったいねえ気がするけどしょうがねえよな。What the fuck？ 俺の聞き間違いが流すだって？俺をあんなに時間かけて書いてたじゃねえかおめえよ。そんな時間かけて丁寧に書いてこの俺を流すってのかい？まあこれは宿命ですわ。まあまた来世で会いましょう。やめろ。生阿弥陀仏。やめろ俺の話聞けよ。Hey, goodbye。熱い。お前熱いってお前。いや、チョコってお湯じゃないとしっかり取れないからもう熱々のお湯で洗おう。スポンジは痛いってお前。